ねえきなこ、ソネットって廉価版のモデルでしょ。性能はそこそこなんじゃないの？それが全然違うんだよ。アンスロピックが発表したクロードソネット5、ちょっとした事件だから。事件って、そんな大げさな。一体何がそんなにすごいの？今日はソネット5の性能、価格、安全性周りを公式発表をもとに3分で整理していくね。おう、ほんまそれ気になっとってん。わい教えてや。しかもこれただの値下げモデルじゃないの。性能の伸び方にも価格表にもちゃんと見ておきたい注意点があるんだよね。注意点？なんか裏がありそうな言い方だな。上位モデルのオーパス4点は血に迫る性能をもっと安い値段で出してきたの。でも数字だけ見ると見落とすポイントもある。気になる。じゃあ順番に公式発表の中身からちゃんと教えてよ。オッケー。まずはどこで使えるようになったのか、基本のところから一緒に見ていこう。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよクロードソネット5はクロードのチャットだと無料プランとプロプランで標準のモデルになったの。無料プランでも使えるってこと？それってすごくない？そう、マックスプランやチームエンタープライズプランでも使えるし、開発者向けの API でもクロードソネット5っていうモデル ID で呼び出せるの。う。クロード、ソネット、5。なんかそのまんまの名前やな。覚えやすくてええやん。それだけじゃなくて、クロードコード、コワーク、クロード、デベロッパー、プラットフォーム、つまり利用経路は全部対応してるんだよ。コワークって僕らが普段使ってるやつだよね。身近なところにも来てるんだ。そういうこと。しかもチャットやクロードコード、プラットフォーム全体でレート制限まで引き上げられてるから、使い勝手も良くなってるはず。それめっちゃありがたいやん。すぐ制限に引っかかるの困っとってん。ここまでが提供範囲の話。次はみんなが一番気になってるはずのどれくらい賢くなったかの中身を見ていこう。公式発表だと前のソネット4.6と比べて推論、ツール操作、コーディングといったエージェント性能が大きく上がったとされてるの。アンスロピックは今回のモデルをこれまでで最もエージェント性能の高いソネットだって位置づけてるんだよ。自分で史上最高って言っちゃうの、なかなか強気な宣伝文句だね。エージェント性当たってよく聞くけど、つまりどういうこと？計画を立ててブラウザやターミナルみたいな道具を自分で使いながら最後まで仕事をやりきる力のことだよ。しかもアンスロピック自身が数ヶ月前まではもっと大きくて値段の高いモデルじゃないと無理だったレベルの自立実行に到達したって説明してるの。数ヶ月でそんなに進化するん？ひよこが一瞬で大人の鳥になったみたいな話やん。へえ、まるで秘書さんみたいな仕事やな。それがどれくらい上がったの？ネット上で情報を探す力を測るブラウズコンプっていうテストで、中程度の頑張り具合でも上位モデルのオーパス4点は血に近い性能が出たんだって。ちょっと待って、ブラウズコンプって何のテストなん？名前だけ言われてもわからへんで。簡単に言うとネットの中で隠れた答えを探し当てる宝探しテストだと思って、検索や調査が得意かどうかを測るベンチマークなの。宝探しだ。それならわかりやすいわ。って、それってひまわりの種一粒分くらいすごいやん。おやつの単位で測らないでよ。もう一つ、パソコン操作の上手さを測る OS ワールドベリファイドっていうテストでもコストの割にいい性能が出たんだって。じゃあもうソネット5があればオーパスはいらなくなるってこと？そこは煽りすぎちゃダメなところ。具体的なスコアは公式には公開されていないし、アンスロピックの最上位モデルフェーブル5やミソス5にはまだ及ばないとされてるの。なんや、過信したらあかんやつだ。でも前のソネットよりはちゃんと進化してるんやな。そう、前世代からは明確に進化してて、オーパス4点は血の性能にぐっと近づいてきてるっていうのが正確な言い方かな。性能の話だけでもお腹いっぱいやけど、次は値段の話やんな。それも気になるわ。そうそう、性能だけじゃなくて価格にもびっくりの変化があるから、ここからしっかり見ていこう。価格は2段階になってて、2026年8月31日までは入力100万トークンあたり2ドル、出力は10ドルっていう特別価格なの。100万トークンって僕らにはピンとこないんだけど、どれくらいの量なの？文庫本大体数冊分くらいの文字量。
ってイメージすると分かりやすいかな。それを処理してこの値段なら結構お得だよね。ほな今のうちに使った方がお得ってことやん。それで結局愛のおやつ代の足しにはなるん？モッチーのおやつ代の話に直結はしないけど、9月1日からは入力3ドル出力15ドルの通常価格になるから、確かに今は移行期間で割安なの。なるほど、お得は分かったけど、さっき単純な値下げじゃないって言いかけてなかった。そこが今日一番伝えたい注意点。同じ質問をしても文字を区切る仕組みが変わったせいで、出力される文字量が最大 1.35 倍くらい増える可能性があるの。それって牛丼の大盛り頼んだみたいに、量が増えたら結局お会計が高くなることもあるってこと？そういうこと。だから価格表の数字だけ見て安くなったと単純に喜ぶんじゃなくて、実際の使用量で確認するのが大事なんだよ。勉強になったわ。値段の裏側まで知らんと損するとこやった。実はこのコスパの良さ、テスティングカタログみたいな専門メディアでもオーパス4点は地に近い性能をより低コストで使えるってポイントで取り上げられてるんだよ。値段のお得感、僕らだけが盛り上がってるわけじゃないんだね。ちょっと安心したよ。性能と価格の話はここまで。最後に安全性周りのアップデートと世間の受け止め方も見ておこう。ソネット5では不正な指示への拒否性能の向上とプロンプトインジェクション攻撃への耐性強化が図られているんだって。プロンプトインジェクションって悪い人が AI を騙して変なことさせようとする攻撃のことだって？そう、その理解で合ってるよ。それと幻覚や忖度を減らす取り組みもしてるって書いてあるね。忖度って AI が僕に気をやって嘘の褒め言葉を言うとか、そういうことを？まさにそれ。本当は違うのにいいですねって合わせちゃう癖を減らそうとしてるの。サイバーセキュリティ面でも上位モデルと同じ安全機構が標準で入ってるんだって。へえ、安心して使えそうやな。これ海外のニュースとかでも取り上げられてたりするん？それが結構話題になってて、テッククランチはエージェントをより安く動かす手段として紹介してたよ。海外のメディアでも取り上げられてるなんてすごいやん。それめっちゃ誇らしいわ。ヤフーファイナンスも AI 業界がコスト削減を模索する中での低価格モデル投入って書いてて、業界全体の流れとして注目されてるみたい。いろんなメディアがこのニュースを回し車みたいにぐるぐる取り上げてるんやな。 Q25Mac も今回のアップデートで押さえておくべきポイントとして価格とエージェント性能の向上を挙げてたよ。性能と値段、結局そこが世界中どこでも一番気になるポイントなんだね。じゃあ最後に今日の話を3つのポイントにまとめておこうか。今日のポイントは3つ。1つ目、ソネット5は全プランと API で使えるようになったこと。2つ目、エージェント性能がオーパス4点は地に近づいたけど上位モデルにはまだ及ばないこと。3つ目、価格は今がお得な移行期間だけど出力トークンが増える可能性は頭に入れておくこと。この3つだね。これ保存しとこう。値段の比較表のとこ後で見返したいもん。いいね。それくらい今日の話は実用的だったと思う。ソネット5は安い。弱いの常識を崩したいってだよね。Y も早速使ってみたいわ。これで賢くなったらおやつ代を稼ぐ作戦にも役立つんちゃう？稼ぐ作戦って私たちはまだ見つかっちゃいけない身なんだから、静かにリサーチに使うだけにしてよね。あ、せいやった。飼い主のタブレットまた勝手に充電代ぶつかっちゃったら大変よな。今のところは大丈夫。さて今日紹介したベンチマークの話は過去に解説した他のモデル動画ともつながってるから、興味があったらそっちも見てみてね。ソネットを実際に使ってみた感想とかあったらコメントでみんな教えてほしいな。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。